鉄分たくさん摂るとうんちが黒くなる説、検証お願いします。私は親知らず抜いて出血した血をたくさん飲んだからか分かりませんが、うんち黒くなりました。ツイートから察するに委員長が歯を抜くことがありそうなので検証できたらお願いします。はい、ということでね、1個目なんで軽いお便りの方から読んでいきたいと思うんですけれども、まず私は歯を抜かないですっていうのと、まず出血した血をたくさん飲んだからうんちが黒くなるっていうのはね、ちょっと初耳と言いますかね。はい、もうすごいちょっとね、これ晒しみたいになっちゃった晒しみたいになっちゃったんですけどね、ちょっと因果関係が割とそのエビデンスがあんまりないかなっていうこととか、あとうんちが黒くなったかなってないかっていうことを、人に聞くということはですね、なかなかないんじゃないかななかなかないんじゃないかなっていうふうにね、思いますね。クユマさんはとりあえずうんち黒くなったということで、じゃあちょっとね、こちら常に右上の方に置いて、これからお便りを読んでいきたいとはい、クユマさんうんちが黒くなられたということで、たまにねバリウム飲んだらうんち白くなるって言うんですけどね、そのバリウム飲んで白くなったうんちとね、出血した血をたくさん飲んで出たうんち、黒いうんち比べてみたいっていう気持ちはありますよね。っていうことはさ、吸血鬼ってうんち黒いのかなすいません、ちょっとこの話はやめましょう。該当者が何人かライバーさんにもいらっしゃるのではい、すいません、この話は、やめておきましょう。ということで、じゃあお次のお便りの方をね、読んでいきたいと思います。はい、これかな。はい、リさんから、先日サンリオコラボ製品が発売後即売り切れとなりましたね。あ、そうなんだ。僕はちなみにこれ1月28日に来たやつか。はい、サンリオコラボというすごい機会なので、まだ語ってないサンリオやピューロランドでの思い出がもしあれば語ってほしいですと。私ね、ピューロランドに行ったこと人生で2回で、そうでめちゃくちゃ前じゃねえかつい最近の話だと思ってたけど1ヶ月以上前なんだね。前に来たリプライも読んでくっていう風に言ったんで、サンリオの話なんですけど、ピューロランド2回行ったことあって、みんな行ったことある人意外とあんまりないと思うんですよね。なんかね、小学生よりも前、保育園の時に行ったピューロランドと、あとは、高校2年なんで最近行ったやつですね。最近行ったんでね、結構記憶も鮮明なんですけれども、そうだな、なんかね、結構そのキティちゃんとかめっちゃ好きなお友達とかとね一緒に行ったら、なんかねびっくりしたのが、なんかゴスロリの女装みたいなのしてる、なんか40代50代ぐらいのおじさんがキティちゃんと写真を撮る列に並んでたりとかして、結構パンチ強かったんですけど、割となんかそういうなんか大人のお友達みたいな、大きなお友達みたいな方も結構見てるんだなみたいなね。いろんな層の方いますよね。なんかその舞台とかやってるらしくって、ピューロランドの舞台が好きな女の子とかも結構来てて、その舞台俳優さんのチェキとかが、チェキじゃないかな、なんか写真みたいなのが売ったりとかしてたね。でなんかね、これね、私めっちゃ過去のねなんか記憶だから全然定かじゃないし、夢の話かもしれないんですけど、ちょっとねサンリオピューロランドでなんかもうない乗り物とかがあって、なんかコースター系のね乗り物で、なんかねもうないんだけど、この乗り物なんかなんかコースターでめちゃめちゃ光の輪みたいな、ちょっと絵描いたんだけど、私を小さくするわ、ちょっとちっちゃすぎるわ。こういうさ、こういう乗り物があってさ、これ覚えある？みんな。なんかこの奥ね、これあれよ、狭さ広さがこっちに続いてくのよ。そうで、なんかこのなんて言うんだろう、なんかあれスペースマウンテンみたいな感じのゲートをくぐる乗り物があって、で私ね、気を失ったのか寝たのか分かんないんだけど、この光の輪の中をビビビビビビビって行って、そこから目がハッて覚めたらね、お家だったんだよね。そうで、私なんかサンリオで熱出したかなんかで途中から記憶なくって、そうなんか何言ってるか分かんないかもしれないけど、この乗り物本当にあったかどうかだけ聞きたいんだ。なんかある？その昔のピューロランド行ったことある人いる？そう、夢なのかサンリオで熱出したのか分かんないの。私実際さ、親に聞いたらちっちゃい頃サンリオに行ったことはあったっぽくって、宇宙人にさらわれたよしやれ起立気をつけ。すいません、ちょっと昔の配信のネタなんですけど、ググったら出てこない。なんかね
なくなったコースターはあるんだよね。だからそれかもしんないんだよね。ちょっとこれ今アトラクションなんか全然なくって、なんだろう、そのカートに乗る系のアトラクション今全然なくて、多分ね 1,2 個なんだよね。そうだからちょっとアトラクション大好きな私にとってはちょっと物足りなかったんだけど、まあでもピューロランドはピューロランドでね、なんか普段そのいないその夢川系女子層たちがね結構いっぱいいて、そういう客層とかを見るのも楽しかったから、皆さんぜひ興味本位で行ってみたらいかがでしょうかっていう感じですね。そうくわーすいませんね。はいっていう感じですかね。ピューロランドの思い出そんな感じです。私はちょっといちいち出したりするのめんどいな。はい、よいしょ。じゃあちょっとね他のも読んでいきたいと思います。はい、よいしょ。ごめんなさい、ちょっとあれだね。委員長最後ということで勇気出してお便りを送ります。思い出したくもないくらい恥ずかしいこととかって今までにないですか？僕は道すがらなんだこれちょっと5時かな、道すがらゲボ吐いてるところを同じ大学の知り合いに見られたことですと。なるほど。思い出したくもないぐらい恥ずかしいことですかね。はい、恥ずかしいことだらけでは、まずねこの配信知り合いが見てると思うとめちゃめちゃ恥ずかしいですけどね。この配信に限らず全ての配信、特になんかねギャルゲーの配信とかデレステの配信とか、みんなさ友達に見られているということをさ意識して、私が今このゆかりん水本ゆかりんみたいな感じのことをさ言ってる時にさ、私の同級生や親がこの配信を見ているということを一瞬でも考えたことがありますか？私はないです。はい、今もね心を無にしてねそのことを喋っているんですよ。はい、いやメイド服きついよね。すいません、これは立派な新衣装というか春服なんですが、はい、でねそうでね、なんかね、じゃあちょっとその配信とかを関係ないような感じのことを言うと、ちょっとね前の話なんだけど、私中学生の頃に吹奏楽部だったんですよね。はい、でなんかその中学校卒業から2年ぐらい経った時、大丈夫だ。中学校卒業から2年ぐらい経った時になんか私のね中学一緒だった幼なじみから連絡が来て、ミトちゃんが中学の時に書いてた落書きノートみたいなのが水部に落ちてたらしいんだけどみたいなことをね言われたんですよ。そういや私が中学生の頃に書いてたノートの落書きとかマジで思い出したくもないんですよ。そういやマジでまずヒント言うと、私その時日暮の泣く頃にハマってたんですよね。もうこれだけ言ってもらえればねわかるもうね日暮自体は素晴らしい作品なんだよ。すごく面白いしすっごい今でも大好きな作品なんだけど、日暮の泣く頃にハマってた時期っていうことを言ってね分かっていただければ、まあなんとなくの空気感をそれで察してほしいんだけどね。そうでめっちゃ恐る恐る何が書いてあったみたいなことを聞いたら、幼なじみがいや言わない方がいいでしょって言われてはっみたいな感じになって、もうねそのこと思い出したくもなくって、もう思い出すたびにみたいな頭が割れるみたいな感じになってたんだけど、そこから何年か経った後だったら全然私はね今はもう水分にノート落ちてましたけど何かみたいな感じにね、もう今は慣れてるんで全然大丈夫なんですけど、なんかね日暮の泣く頃にのキャラクターがなんか発狂してる時の顔を模写するのが好きだったんですよね、中学生の頃ね。なんかそれが見られたらめちゃめちゃ恥ずかしいなって思った。はい、でもその時のこの顔芸のね表情筋の豊かな絵とかを今サムネイルで活かせてるわけですからね。今サムネイルを描く能力に活かせてるわけですからっていう風に解釈をいただければね全然幸いなんですけどね。はい、という感じですね。